ごめん、怒った？ルネピクチャーズのハイクオリティアニメがフル HD 画質で楽しめる。やめてって言ってもやめてやんないから。アニファだけのオリジナルとして男性ボイスなしの動画を配信中。お願い先抱き枕カバー&オリジナルグッズも続々登場。生。なんだか私もぼーっとしてる。あなたのハートを刺激するルネソフト公式通販サイトアニファで検索。ちょっとなんなんですのこの気温。夏じゃないですの。暑いなら暑い、寒いなら寒いにしてくれないと何着たらいいかわからないし、冷たいアイスを決めるタイミングにも困るのよ、レイワちゃん。春と秋をどこに隠しましたの？まったく、私が学校の先生ならレイワちゃんは職員室にお呼び出しですわよ。生徒指導ですわ。ぷるるりょ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 。はーい、私。何？名前くらい名乗ってほしい。ルネソフトご存知でしょう。銀狼アリスでございます。何？北海道のシェフの真似はおやめなさい。だってこんなに暑いんですのよ。北海道に行きたくなるじゃありませんの。大事なお話？学院の職員室に来なさい。私にしかできない大事なお仕事がある。何ですの？まあ、向かいますわ。レイワちゃんじゃなくて私が呼び出されてしまったじゃないですの。一体何なんですの？皆様、アクラジは悪の女幹部養成所学院所属悪生パーソナリティの銀狼アリスです。というわけで5月もそろそろ終わりに入ってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか？気温がおかしいなんと言いますかね、日が沈むと寒いんですけど、日中真夏日みたいな。真夏日って何度？なんか25度から30度近い、なんかそのくらいの間の気温が最近叩き出されておりませんこと？もうね、本当にもう半袖でもねいいような、そんな感じのね気候になっておりますが、ただね、急に雨が降ってきたりだったりとか、ちょっとねお空がね不安定、お空がメンヘラ気味になっておりますので、くれぐれもね皆様どうかお体の方には気をつけてお過ごしくださいませね。というわけで、本日も開始前からのお待機本当にありがとうございます。先月に引き続き皆様の元気なお姿が見られて、私もとても嬉しゅうございますわ。というわけで、そうですわね、唐突に温度が変わったりね、天気もぐちゃぐちゃでカオスでございますが、今月もね悪生なんともう16回ということで、ちょっと待って、急にメロディーな音楽が流れてきてしまった。はい、というわけで、というわけで今日はというわけが多すぎますわね。はい、というわけで、ですわね、天気もぐちゃぐちゃでカオスでございますが、悪生16回行わせていただきたいと思います。前回の悪生15回でちょっとねYouTube くんに起因する配信事故がございました。こちらねご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、前回見てなくて今回でね初めて知る方もいらっしゃると思いますので、軽くご説明だけさせていただきたいと思います。
最近ですね、YouTube くんに起因するぐるぐる現象、いわゆるラグで配信がまともに見られないという現象が、このルネソフト総合チャンネルだけではなく YouTube 全体に起こっております。私のねタイムラインにもよく YouTube がぐるぐるで見られないだったりとか、VTuber さんがね配信ぐるぐるしててちょっと枠立て直しますみたいな投稿とかもよく流れてくるようになっております。で、悪生のね前回15回もそのような浮き目に遭ってしまいまして、ちょっとねリアルタイム視聴が厳しいという方がねたくさんおられました。で、アーカイブの方はそのぐるぐるがなくて綺麗に見られるように、ね、なっているんですけれども、なので前回はちょっとリアルタイム視聴が厳しい方は大変ごめんなさい、申し訳ございません。頑張って私生配信走り切りますので、よろしかったら気になる情報は後ほどアーカイブでご覧くださいという風にさせていただいたんですけれども、今回はですね前回のそのトラブルを踏まえいろいろと対策を講じてこちらの第16回の放送に臨まさせていただいております。いろいろとね、情報を集めてこういう風に対策したらいいよとか設定をこうしたらいいよっていうのを見て調べて全てできること、私側でできることはもう全て対策を講じて配信をさせていただいておりますが、万が一ということもございます。その際はですねもしかしたら配信枠を立て替えて続きをさせていただくということもね十分にございますので、その際はねまた配信だったりとかこの配信チャットなどでお伝えいたしますので、そうならないことを願うのですが、もしそうなってしまった場合は速やかに職員の指示に従って次の場所に避難してくださいませ。避難訓練みたいですよね。よろしくお願いいたします。まあ大丈夫だと思うんですけれども、一応私の個人チャンネルなどを使用して対策を立てた上で何度か配信テストも兼ねたね配信などもさせていただいておりますので、おそらく大丈夫かなとは思うんですが、まあ絶対とは言い切れませんので、その点だけご了承いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。ちなみにもし、PC でご覧になっている方は配信者側でも取れる、対策がございまして、ちょっと待ってね。 YouTube なんかね機能を切ればいいっていう風に YouTube ぐるぐるリスナーさん側でもね飼育バーの動画の飼育バーの下にある設定からアノテーションっていう項目があるのね。アノテーションをオフにすると多少ぐるぐるが改善されるという報告も上がっております。こちらスマホの方にはないのですが、もし PC でご覧になっている方がいらっしゃいましたら飼育バーの下にある設定からアノテーションをオフにしてご覧になると快適にご覧になれるかもしれません。もしよかったら試してみてくださいませね。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、一応ね番組を始める前のご注意事項のご説明をさせていただきましたが、今コメント欄でね皆様のおコメントを拝見させていただいてる感じ、そうね大丈夫という方もブツブツになっているという方もいらっしゃいますので、環境によってというところもねあるのかなという感じです。アノテーション、どのテーションアノテーションやアノテーション、あれアノテーションアノテーションアノテーション切って PC の人はアノテーション切ってください。よろしくお願いいたします。アノテーションって何なんでしょうね。言われてみるとアノテーションって何、アノテーション何みたいな。
はい、というわけで、今日もね笑いに満ちた悪生を始めていきたいと思っておりますが、YouTube もね、その空の気温もちょっといろいろとねぐるぐるしていて大変な毎日ですけれども、私最近非常に困っていることがあります。お空のぐるぐるでも YouTube のぐるぐるでもないジークアクスのネタバレを避けながら生きていくことが辛い。難しい。どうすればええんや。さっきも悪生の再告知しようと X を開いたら、うっかり多分昨日でしたっけ、昨日の最新話のネタバレらしきものを踏みそうになってスッてそっとじしてしまいましたわ。もうね、今その私の個人チャンネルの方でねジークアクスの同時視聴をしていて、1話ごとじゃなくて2話ごと2週に一遍させていただいているのね。だから2週間分のジークアクスのネタバレを避けながら生きないといけないんだけれども、それがすっごい難しくてこれ多分ですけれども最終回に近づいてね、その話が白熱すればするほどおそらくこのなんて言うんですの話題って長く続くじゃない。だからどうしよう、今2週に1回やらせていただいているけれどもちょっと厳しいから毎週1話ずつの方がいいのではっていう危機感を覚えつつ、今ねX のミュートワードにジークアクスとジークアクスの主要なキャラクターの名前は全て叩き込んで、先ほども悪生始まる前、いつも悪生始まる前って40分前に集まって事前の打ち合わせをしているのね。でそこで悪生の打ち合わせじゃなくて急にガンプラの話が始まり、その話の流れで先生私このジークアクスのネタバレを踏むのが非常に厳しいのですけれども、ミュートワードってこれ以上何を入れたらいいでしょうかっていう進路相談でも悪生の打ち合わせでもなくジークアクスネタバレ回避会議がね始まっておりましたが、皆様もやはりねネタバレ踏んじゃいましたか。そうです、重要なネタバレを踏みました。怖い世の中だぜ。貫通してきそう、私も思ってる。だからビームジャマーとかああいう感じでなんていうの、ビームジャマーっていうかなんていう弾幕みたいな感じでうっすら防いでくれるけど貫通はしてくるだろうなくらいの感じで思っているので、ちょっとね X を極力開かないことが大事なんですけれども、 X を開かないって難しくない？私X も開くのやん、ピッてピッて閉じるじゃない。で気づいたらその指でそのまま X のアイコンまたタッチしてるのだから体が覚えてしまっている X を開くということってなっておるのですよ。はい、皆様も覚えがございませんか？あ、これもう病気だわみたいなというわけでね、もうお空のぐるぐるも YouTube のぐるぐるもそうだし、ジークアクスのネタバレを避けながら生きるということがね最近辛い、とても辛く感じております。特にねジークアクスは今ね同時視聴6話までさせていただいたんですけど、何かとね性癖に刺さるキャラクターがね多くて、とても素晴らしい性癖のおもちゃ箱だわねと思っているのですけれど、今回もねアクラジ今日16回ですけれども、今回もね結構盛りだくさんな情報をご用意をさせていただいております。悪生からも負けじといろんな性癖に刺さる情報をね皆様にご紹介していけたらと思っておりますので、それでは早速今回の悪生スタートしていきましょう。ではまず CM。 OVA スケベールフ単放記は篠塚篤人先生によるコミックを原作にしたイチャラブ甘々子作り生活を描いたアニメ作品。ムチムチのドスケベボディにドスケベ民族衣装を身にまとう
伝説の種族であるスケベールフの調査を続ける生物学者カズ。彼はついにドスケベ衣装を身にまとったスケベエルフのマーナと出会うことに。だけどマーナは性知識ゼロのとっても純粋無垢なスケベエルフだった。無自覚な誘惑の数々に耐えきれなくなったカズはついに OVA スケベエルフ単放記 1,2 巻は2023年7月7日発売です。サークルサイクロンが送る大人気ネトラレ作品乱れ打ちがついに OVA として登場。女子テニス部部長でエースの北村香織さんが同じテニス部の後輩佐々木亜美さんの策略によって抗えない快楽に落ちていく様子が丁寧に描かれたとってもセクシーなおアニメになっています。原作乱れ打ちのツヤ感やむっちり感、雰囲気を忠実再現していてぜひ見てほしいのですけれど、肌色シーンが多すぎてもう YouTube で見せられないですわ。はい、というわけで CM2 本ご覧いただきました。続きましてはアニファから新作アニメのご紹介をさせていただきたいと思います。今回ご紹介させていただきます新作 OVA は過去の悪生でも何度かご紹介をさせていただきました。武田博光先生のイマリアの5、6巻のご紹介となります。では早速フリップ。ダメですわ。ちょっとね見せられないんですけれども、こちらイマリア5、6巻のパッケージとなっておりまして、新作のイマリア5、6巻、これまでね1巻から4巻までをご紹介させていただきまして、その際はですねアイドル快楽落ち物という感じでご紹介をさせていただいておりましたが、この5、6巻はですねその1巻から4巻までと同じお話ではなくて、キャラクターもそのなんていうのお話も全く違うものになっております。なので武田博光先生のイマリアというその単行本の中に入っている短編っていう認識で大丈夫なのかしらね。その単行本の中に入っている短編から新たに別のお話がこう5、6巻に収録されたという認識で大丈夫ですか先生方。という感じでちょっとね前回のアイドルの続きが気になるという方には大変申し訳ないのですがご安心くださいませ。こちらのイマリア5、6巻もですねしっかり武田節が炸裂しております。素晴らしい出来になっておりますよ。前回のねアイドル周りのお話は一旦終わりを見せまして、今回は1話完結ものになっております。5巻がね剣道部のお話です。剣道部の凛々しい先生がこう思いを寄せる後輩のためにこう身を張るというのか思いをとか剣道部のためにこう身を張って校長先生にいけないことされるんだっていうお話なんですけれども、で6巻が勉強を教えてくれるねお隣のお家のムッチムチのこのまたこれ壁が詰まったちょっと控えめそうに見えるけどムッチムチボディのメガネの人妻にこうなんでしょうね勉強を教えてもらっているこう若きなんていう武田景色そう男の子がねこう旦那さんに隠れてこうムチムチそうもちもちするというお話になっております。そうね前回のそのイマリアのその1巻から4巻までのその
アイドル快楽落ちではないけれども、56巻もしっかりとしたネトラレ系の快楽落ち作品になっていて、コンセプトはねもう何にも揺るいでおりません。ですし、お顔の表現も今回もものすごく光っております。お顔の表現もそうだし、なんでしょうね、プレイのね、こうなんかねっとり感じゃないけど、そうこのエッチい感じもね、何一つ変わることなくと言いますか、結構ねそうですね、前回ってその1巻から4巻までを通して、途中で先輩の回もあったけれども、ほなみさんが落ちていく様をこうじっくり書いていたじゃない。でも今回はその5巻と6巻が1巻完結型に、1話完結型になっているから、結構ねその落ちていくまでをコンパクトに見られてしまうというのもあって、割とねじらされずにじらされずにしっかり缶落ちの顔とかも見れるようになっているので、そこもね気が短い方などにもおすすめできるかなと思っております。とにかくよろしいですよ。本当にとてもこうなんでしょうね、私の心のハイメガキャノンがビンビンにこう立ってしまうような、そんな感じの作品になっておりましたので、はい、ぜひこちらご覧いただければと思います。ネトラレ系とはいえ、ネトラレ要素はねあんまりないです。今回のそのイマリア5、6巻、あんまりネタバレにならないようにどう伝えたらいいかなと思うんですけど、イマリア1巻から4巻までほどのえぐいそのネタバレじゃない、ネトラレ感ない。これシチュエーション的にはネトラレだよねーっていう感じなくらいなので、あんまりね心がしんどいっていうことはないと思います。ネトラレが苦手な人とかでも全然普通に見られる内容になっていて、どちらかというと快楽落ちっていうジャンルの方が強いかなと私は感じました。ですので脳が破壊されるのを心配している方も大丈夫です。多分そんなひどい焼かれ方をすることはないかと思います。皆様のその心のフィールド、AT フィールドがねどの程度の強度かっていうのがちょっとわからないのですが、私が見た感じではそんなにネトラレ要素はない。割とソフトな感じ。そう、どっちかっていうともうほんと快楽落ちしていく様を楽しんでいく作品っていう印象でしたよね。はい。剣道部の先輩の快楽落ちジャンルもすっかりポピュラーになりましたな、ふへへ。女騎士快楽落ちとか、そのオーク関係とかも多分そのジャンルとしては近いのでしょうね。騎士みたいな、ファンタジー世界でいうと気高い姫騎士が汚いオークとかにこう落とされていくっていうのをこう現代にスライドすると、剣道部の凛々しい先輩だったりとか、凛々しい剣道部員が汚いおじたちにこう落とされていくっていう風になっていくのかなというね感じがいたしますわね。というわけで、イマリアこちらねこれ以上 YouTube くんで見せられるところがマジでございませんので、気になった方はぜひ今コメント欄にルネソフト総合チャンネルのアカウントより詳細の URL が貼られております。こちらからチェックしていただければと存じます。よろしくお願いいたします。5、6巻でまず軽く脳を焼いて、1、4巻で本格的に焼くのも楽しみ方の一つかも。4巻ラストの脳の焼かれっぷりは本当にすごいので、そうですわね。武田先生作品すごく気になるし、ムチムチの女の子たちの後への顔を堪能したいっていう方は、無理にイマリアをご覧にならなくても、ツンデロというとても素晴らしい作品も
ルネピクチャーズから OVA がリリースされておりますので、先にねツンデレをご覧いただいて、いやだ、もっと俺は武田先生のこういうのを味わいたいとなったら、そうですわね、イマリアの5、6巻をまず見ていただき、で覚悟を決めてイマリアの1巻から4巻までに足を踏み入れていただくという見方もいいのかもしれませんね。あとへしっかりございますよ。イマリア5、6巻にもしっかりアトヘございます。アトヘは武田先生作品はすべてにおいてアヘ顔マイスターの名に間違いないほど素晴らしいアトヘが詰まっておりますので、アトヘが大好き、武田先生のアトヘが見たいという方はぜひこちらのねイマリアと、そしてツンデレをね踏破していただければとございます。いただければ、はい、もうツンデレの方もね結構しっかり関数出ておりますので、当分ねこちらでお楽しみいただけるのではないかと思いますわ。ゲヘヘゲヘヘ今ちょっと下水少年風にお楽しみいただけるのではないかとゲヘヘ存じます。ゲヘヘヘヘみたいな。はい、というわけで新作 OVA イマリアのご紹介でございました。さあ、というわけで新作 OVA の紹介も終わったところで、恒例のみんな大好きペディジーニュームーン新情報に参りたいと思いますが、今回ねペディジーニュームーン新情報のコーナーちょっと長いですわよ。ちょっと長いですわよ。お覚悟召されませ。いつもはねこのコーナー進行台本もほんとさらっとなんですね。フリップに従って、お姉様のご紹介とトークしていくみたいな感じなんですが、今回ね枚数増えてまして、ちょっとここのコーナー長くなりますので、皆様もねお飲み物を飲んでと言いますか、悪生16回はペリシーニュームーン紹介コーナーがほぼメインだと思っていただいても過言ではないほどに、今回結構しっかり情報が詰まっております。ペリシーニュームーン、そう我らペリシーニュームーンもね愛されて5周年と、今回ねジェントル佐々木先生が X の方で悪生のねリツイートしていただいた際に書かれておりましたが、そうこの夏でなんとペリシーニュームーンは 5.5 周年を迎えるということで、ありがたいですわね。ますます盛り上げていきたいですわね。ではいつもより早く始まった印象、そうですね、早始めねばこのコーナーのボリュームが多いというのもありますが、ツンデロガーじゃなくてイマリアがね YouTube で出せる画像がほとんどなくて、そうぜひルネソフト公式ホームページなどからご覧いただいてというような、何もわからない、何も見えない画像しか YouTube ではお出しできませんので、ぜひね、ツンデレの方は公式ホームページの方からお試し動画などを見ていただいてという形でまとめるしかないなというのもありましたのでね、ちょっとサクサク今回は進行させていただいております。アヘ顔はさすがに4つ目では無理じゃったか。それが前回の悪生のアーカイブの再生回数と高評価がガコッと落ちていて、そもそもがYouTube くんのねぐるぐるに巻き込まれてしまったからっていうのもあるとは思うんですけれども、先生方と話してる時にこれ多分ですけどアルゴリズムが変わっておすすめに出なくなっているのではというお話をしていて、そういえば前回って CM 紹介コーナーで
イマリアの CM 動画をショート動画を流したのね。だからもしかしたらそれ引っかかった可能性ありますわよってお話をしてたの。というのも YouTube くんがまたそのポリシー、そう、YouTube くんの規約だったりとか、その方針を変えますというお知らせが来ておりまして、今度はそのエとロの方面ではなくて暴力方言についてのものだったのね。だから実際にその流血とかしてるとか、直接的な暴力的なシーンじゃなくても暴力とみなされてしまうシーン、暴力に見えてしまうシーンみたいなのは今後規制の対象になりますっていう通達があったので、ワンチャンもしかしたらアトヘの顔ってこう暴力シーンに AI に認定されてしまう可能性もあるのかなというお話をね、先ほど先生たちとしていたのね。だからアトヘ確かに配信で出さない方がいいかもしれませんわねというのもあり、今回ねイマリアのご紹介かなり画像少なめでねさせていただいたのは、それもあるんですのよね。そうだからイマリアのアニメ紹介会だけど CM 動画がイマリアじゃなかったのもその辺のやんごとなき大人の事情となっております。ショート動画の方はね、CM ショート動画の方はルネソフトの公式チャンネルの方でいつでもご覧いただけるようになっておりますので、よかったらそちらの方から見ていただけたらと存じます。よろしくお願いいたします。ちょっとこれルネソフトは毎回最高の仕事をしてくれるね。ツンデレも楽しみすぎて待ちきれないよありがとうございます。やはり世界共通表情のアヘ顔が、アヘ顔っていう英語表現、ローマ字での英語表現ね、ありますからね。はい、というわけで、一応ね、この感じで、なんでしょうね、YouTube くんの規約などに基づきつつ、悪生の方も、工夫してねやっていきたいと思っておりますので、今後とも末永くよろしくお願いいたします。わからない、アトヘは暴力ではないのだけど、アトヘはほら気持ちよくなってもうたまんないっていう感じなんですけど、もしかしたらそういうお顔に見えてしまっているのかもしれないから何とも言えないというね。そうお問い合わせしても明確なお答えは返ってきませんからね。だからもうこちら側でね、もしかしたらこれかもと当たりをつけながらねやっていくしかないというのが現状ですのでね、難しいところではございますが、ご理解いただけると幸いでございます。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、続きましては改めてペリシーニュームーンのご紹介とさせていただきます。まずはこちらね、新キャラクターの紹介といいますか、新キャラクター紹介という名の、まずは最近実装されたお姉様方のご紹介をさせていただきたいと思います。せっかくなのでちょっとこの私をちょっと待ってね。ちょっとお待ちくださいませね。今回からよし、これでいいか。先生方がその紹介コーナーのフリップの時でもちゃんと銀狼さんがお顔を出せるようにと私のスペースを作ってくださったそうなのでちょっとこの辺に失礼いたしますわね。ぴょこん。というわけで、まずはペリシーニュームーンの最近実装されたお姉様の振り返りから参りたいと思います。戦乙女バルキリーコラボ第2弾から、まずはこちらの方でございます。聖の名のもとに悪を滅する戦乙女装甲シルバースターオーバードライブ。
力強い変身のセリフからまずはシルバスター戦乙女バージョンお姉様でございます。ちょっと画面を大きくしましょう。ちょっと待ってね。よいしょ。フリップを読むためにちょっと私が見えるように今画面を大きくしております。ちょっとお待ちください。なんか見えづらいと思ったらメガネつけてなかったちょっと待ってて。よし、これでいいか。はい、では、シルバスター戦バージョンお姉様、イラストはゆうさぎさん、そして、お声は安藤龍さんでございます。いつも通りプロテクトスーツに身を包んだいざよい月見だが、15夜月見、ごめんなさい。申し訳ございません。私、もうポン、今日早速のポンでございます。15夜月見だが、戦乙女化の影響のせいか、スーツの形状がいつもと異なるフォームになった姿。普段のシルバスター以上のパワーを発揮することができ、出力は常にマックスな状態。だが、圧倒的なパワーを得た反動というより、バルキリー化による副作用的なものがあり、性欲が溢れて止まらなくなっているなんとけしからん設定か。異世界エネルギーの供給が断たれる次元の裂け目が閉じると時間とともに戻るのだが、それまで悶々とした日々は続くというわけで、ちょっとですね、になってな感じになってしまったシルバスター戦乙女バージョンお姉様でございますが、先ほどのね登場の変身のこの C の力強さとは裏腹にこの良きですね設定がバルキリー化による副作用的なものがあり、性欲が溢れて止まらなくなっているというこのけしからんご都合設定が付加されたことにより、ますますねこのなんて言うんでしょうね、まっすぐな女の子をこうムチュムチュするこう喜びに溢れてしまうこの罪深い感じがたまりませんね。私久しぶりにおじになっておりますね。ゲッヘッヘ。ちょっとね、本当でも可愛らしくて、露出自体は本当全然ないんですよね。露出はそんなにないんですけれども、しっかりとこうね、ボディライン、ぶっちりとしたね、ボディラインが見えるこのコスチュームがまたよろしいですし、膝のところから生えたこのね、羽っぽいこの、なんていうんですの？モチーフのね、装甲もまたかっこいいし、これがこのままこうなんか、蹴りの時とかに武器になったりするのかな、みたいな。そんな妄想もできますわね。とても良いかと思います。すべてのアーマーに適用してほしいレベルの設定。確かにご都合設定ナイス。そう。ハの字眉がね、またいいですわよね。月見ちゃん出てくれんのよな。月見ちゃんお隠れになっているの？お名前が月だから天気にならないとダメ？こうてるてる坊主とか用意してそれから引かないとダメかしらね。月見さんは久しぶりのご登場ですねということでね、そう月見さんファンの方にはねぜひ弾いていただきたいなと思っておりますが、月見ちゃん可愛いんですのよね。そう、まっすぐなとこがねいいですわね。メガアリスでかい。メガネ報告来た。そう日常生活は全然いらないんですけれども、なんていうの、こう画面を見るときとかにね、ちょっとこう焦点距離の短いこう緩いやつをかけるようにしております。ブルーカットも兼ねて、そういうのつけているのね。はい、というわけで、まずはこちらのシルバスター戦乙女バージョンお姉様からでございました。開発シーンのこのハの字のお眉かわいいですわね。続きましてはこちらのお姉様です。我が名はオボロ。戦乙女のような格
格ですか？そうです。今のうちは、バルキリーなので、特別に力を貸してやるのです。はい。続きましては、アナザーオボロ戦乙女バージョンお姉様でございます。お姿は、アロー先生、そしてお声はヤヒロマミさんとなっております。グレートルナリアムがない別の世界からやってきたオボロ。剣謀実数を駆使して、月ウサギ族、ゲット族、先生これどちら？ゲット族でいいの？月ウサギ族？ゲット族でいい？の長を襲名している。誰の力も借りずに一人でのし上がったという意識が強く、性格はより冷徹、非情でひねくれ者。反面、信頼できる仲間というのがいないため、夜中に式神と戯れていたりする一面も。次元の裂け目から流れ込む異世界ミッドガルドのエネルギーを取り込み、戦乙女に変身。ブラックバルキリーに対抗するため、一時的に EDO と手を結ぶ。ゲット族、ありがとうございます。ゲット族覚えましたわ。というわけで、アナザーオボロ戦乙女バージョンお姉様でございますが、お口がかわいいお口がかわいい。キズナシーンのお口がとってもかわいいですし、ちょっとこうキュッとこうね、下から見るような立ち姿のね、お顔も非常に可愛いですし、開発シーンのこのピュアピュアなお顔もたまりませんわね。そしてこの細いけどちゃんとムチっとしたお太ももが感じられるこのね、構図もさすがでございますよ。ちょっとこうおじかまったなしでございますけれども、非常に良い。ブラックバルキリーに対抗するためとはいえ、カラーリング的にはこちらのね、アナザーオブロ戦バージョンお姉様の方もちょっとね、黒めの配色のね、バルキリーお衣装になっておりますわね。で、バルキリーお衣装に和のテイストがしっかりとね、組み込まれていたりだったりとか、こういうところがね、とても素晴らしいなぁと思いますが、しかもこれね、剣謀実数だと思うんですよね。そうそう、いろんな作法ってことでしょ。多分これは5時かなと思っているので流してあげてくださいませ。まあ、偉い人もね、工房も筆を誤ったりするということでね。はい。というわけでですね、戦乙女の鎧をこう、ね、お召しになされているということは、先ほどの月見お姉様と同じく、そのバルキリー化の影響でちょっと積極的になっているのだろうというね、そこがとてもいいですね。絆シーンと開発シーンのこのお顔がね、また本当に素晴らしいのですが、こうなんでしょうね、戦乙女バージョンお姉様のこのムチムチシーンも、そうもちもちシーンもね、いや、なんか私も弾きたいですわ、非常に。実際に弾かれた皆さんもいかがですか？その普段もね、まあだいぶね、皆さんもやはりこうそういうシーンはときめきを覚えるほどのこうもちもち加減となっておりますけれども、草乙女バージョンお姉様のそういうこうシーンってどう？やっぱ普段と違ったりしている？そう、私は、弾けていないので、わからんのだ、弾けていないのだ。来ない。悲しいね。なんでだろうね。どちらかといえばブラックバルキリーっぽいよね。ね、デザインがね、おデザインというか、配色とかがね、ほんとブラックバルキリーっぽいなとなっておるんですけれども。でも、同じくです。弾けてません。弾けてません。報告が。誰か弾いた者はおらんのか。悲しいね。なんということでしょうね。
やっぱりこう日頃からね、皆様私と一緒に良い子ポイントを貯めていきましょう。悲しいね。そう、悲しいね。はい、というわけで、アナザーオボロ戦乙女バージョンお姉様でございました。続きましてはこちらのお姉様でございます。ピッ。呼ばれて飛び出て、ジェスタちゃんだよ。今回はなんと、戦乙女になっちゃいました。ね、どう似合ってる？似合ってる。続きましてはジェスタ戦バージョンお姉様でございます。こちらお姿は浜田美久先生、そしてお声は山口水戸様となっております。時の女王に仕える道化師、時間帝国の中で最も身分が低く卑しい立場であり、それゆえに女王や他の幹部たちへの自由な物言いが許されている。異世界から侵攻してきたブラックバルキリーたちに対抗するため戦乙女になるも、言動は普段と全く変わらない。ただ世界が滅ぶのは困るという理由から宿敵である EDO と手を結ぶ。見た目では分かりづらいが、バルキリー化した影響で未知のエネルギーが体中から溢れており、段違いのパワーが出せる。しかし変身の反動で性欲も溢れているため、他の人にバレないように取り繕っている。天才の設定ですね。ありがとうございます。この設定だけでご飯3杯いけそうでございます。はい、ジェスタ戦バージョンお姉様でございますが、太もも素晴らしいぞ。ここ私ここに住みたい。ここのムチムチのところ、ここに住んで、こっからここまで滑り台でシュイーってこう滑り落ちたい。素晴らしいお宮市でございますが、パワーもね、段違いのものが出せるということで弾き飛ばされそうでございますわね。変身の反動で性欲も溢れているため、他の人にバレないように取り繕っているというところがいいですわね。これはつまりもちもちシーンではこの取り繕っているところが解放されて、とても大胆になるっていうこと、あと変な感じになるっていうこと素晴らしい。設定がもう良いですね。バルキリーかなバルキリーかな。胸にスペードのマークがあるのだよね。ですわよね。ここにこうあるのがこう、なんていうの、裏垢とか作ったらそれでバレちゃうみたいな。前のね、その悪生でもご紹介させていただいた OVA でも、裏垢女子がこの特徴的なほくろから見バレするという展開がねございましたけれども、ジェスタお姉様も絶対に裏垢が作られない方でございますわね。とても素晴らしいですわ。ありがとうございます。ありがとうございます。宿りたい太もも、獲物斧だったんだ。そうなんですの。ちょっとこれね、文字のね感じでちょっと見えないんですけど、文字に隠れてしまっているのですが、ここね、ここちゃんとね実は斧になっていて、ここもねポイント高いですわよね。ぜひお姿の方ね、そこの文字とかで隠れていない方、ゲームの方などでねご確認いただければと思いますけれども、バルキリーバージョンのねお姉様方もこのそれぞれ衣装といいますか、お召し物本当に個性にあふれておりますので、お姿を見るだけでも本当にね楽しめるようになっておりますわね。素晴らしい。これからの季節、流しそうめんにも、ここで流しそうめん、こっから流しそうめんする。じゃあ私この辺に、ここのブーツのあたりでこうつゆ持って待ってますわね。シューって流れてくるの待ってますね。こっからね、素晴らしい夏の風物詩。じゃあ私このお太ももとお太ももの間に溜まったこの辺のこの辺につゆをピヨーっと流して待ってますね。
素晴らしい。そういえばルナテミスたちのバルキリー化にはなかった設定ですかね。どうなんでしょうね。ひょっとしたらあったのかもしれないけど、あえて書かれていなかったとか、そういう感じなんでしょうか。戦乙女衣装は呪いの防具なのか。確かにステータス以上とかでね、ついてるのね、そうやって。性欲頂戴みたいなやつ。それは呪いの防具だな。呪いの防具ですわね。教会とかに行って解除してもらわないとですわ。なんで発情するかっていうのは勝手にイベントシナリオの方で理由付けしました。よろしくねとライターの先生が、そう伊沢よい先生がご自身でおっしゃっていらっしゃるので、ぜひこちらはねゲットしていただいて楽しみつつ、イベントのねシナリオの方でも理由付けを楽しんでいただければと存じます。水を受け止める係は任せろ。どけどけ、水を受け止めるな、俺の役割だ。教会の人間も巻き込まれるパターンや。教会のじゃあ教会は神父さんじゃなくてシスターとかで、はい、ぜひよろしくお願いいたします。ではでは、続きましてはこちらのお姉様。我が名はアリーヤ。闇の力が必要か？貸してやらなくもないが、代償は高くつくぞ。覚悟しておくんだな。かっこいい、かっこいいの極み。続きましてはアリーヤブラックバルキリーバージョンお姉様でございます。美しい、かっこいい、そして凛々しい。狼の命令で人間を守る戦乙女だったが、魔王軍悪魔騎士団の団長に落とされてしまいブラック化した姿。欲望に忠実ではあるが、過去の戦乙女としてのプライドが残っており、時折相反する自分に悶々する、悶々じゃないね、反問する、多分そう。先生、これ反問でいいですか？はい、というわけでアリアブラックバルキリーバージョンお姉様でございますが、セリフがもうかっこいい、見た目も超かっこいい、素晴らしいですね。闇落ちってどうしてこんなに魅力的なのでしょうか。鎧が紐、男爵先生が指摘しておりますが、そう、鎧がね、これちょっと見せられない感じになっておりますけれども、ぜひねX だったりとかゲームの方でご確認いただきたいと思いますが、鎧がそう紐になっていて、これどこを守るんですか？これはこれ切っちゃっていいですかって、そういいんですかって、そう紐になっているのです。ずれない、絶対にずれないのでしょうかね。絶対にずれて見えない紐なのだろうなと思うのですけれども、反問ですね。よしよしよし。開発のシーンは見せてセーフなんだ。先生、これダメじゃない？いや、大丈夫。これおまんじゅうだから大丈夫。そうこれはあれに見えるけど、なんかこれなんかこうふさふさになるおまんじゅうだから全然大丈夫です。これはおまんじゅうです。そう、おまんじゅう大丈夫だから、これはそう大丈夫。そういうこと。はい、というわけでアリーヤブラックバルキリーバージョンお姉様でございます。そう、かっこいいしか言えないんですけれども、この画像あんまり見せてて大丈夫なんかな、やばくないかということで、ちょっとすみません。次に行かさせていただきますわね。ぜひお姿の方、ゲームの方で、しっかりね、ご覧いただいて、このかっこいいところから、この絆シーンのこのね、あと変な感じの顔の感じにどう移り変わっていくのか、そこがね、本当に期待大でございますので、
ぜひチェックをよろしくお願いいたします。下乳は意外と大丈夫です。校長先生、これ下じゃないですよ、横ですわよ。これはどうでしょうね、わからないです。私 YouTube くんがどこまで OK をくれるのかなんとも言えないので、できるだけその危ない橋を渡らないようにどうにかこうにか綱渡りをさせていただいておりますけれども、そう、おまんじゅうやから大丈夫やで。せや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 。ということで続きましてはこちらのお姉様です。ヒルデガードと申します。はあ、皆さんの視線を感じます。どうか、これからもよろしくお願いいたします。続きましてはヒルデガードブラックバルキリーバージョンお姉様でございます。お姿は浦勘先生、そして、お声は明石ゆきさんとなっております。誰に対しても優しく明るい太陽のような戦乙女だったが、闇に染まりその欲望を隠しきれなくなった姿、かつて父親に自らの血体を見られたことがきっかけとなり辛い見られながらの行為に興奮を抱くようになった。ああ、成長しちゃったか。そっか、トラウマになったんじゃなくて進化しちゃった方ですわね。その性分を秘めることなく奔放にさらし、みんなを戸惑わせることも、なるほど、へとたと陰になってしまったということですわね。こちらちょっとすみません、先ほどアリーヤブラックバルキリーバージョンお姉様のクレジットのお読み上げをちょっと飛ばしていたかもしれませんので申し訳ございませんが、こちらちょっとお姿は戻さず音声だけでお伝えをさせていただきます。アリーヤブラックバルキリーバージョンお姉様、こちらお姿は浦勘先生、そしてお声は石木ひかる様となっております。大変申し訳ございません。というわけで、バルキリーコラボ、バルキリー側からね、その戦乙女バルキリー側から参戦したお姉様方は浦勘先生が一貫してね担当されておりますが、こちらのヒルデガードお姉様もこのなんて言うんですの、ブラックバルキリーバージョンお姉様ね、この大元の感じともう本当に真逆な感じがとてもいいですわね。恍惚とした表情というんですの、絆シーンのね。そしてこのお衣装もそうですが、闇のパワーを秘めたようなこの剣といいますか、武器もとても素晴らしゅうございますわね。石木さんも明石さんも恋してるような、いや本当にそうなんですの。お声を担当されているお姉様方のね、本当お声もそうですし、お芝居も本当に素晴らしくて聞き惚れてしまいますわね。成長したんやなって、せやな、そうなんやって、それがトラウマになってしまって変な方向に進んだじゃなくて、そこが開花して闇の花として咲き誇ってしまったのかという。ブラックバルキリーたちはみんないい落ち方をしていますよね。本当にそうですわね。落ち方というか、その闇のなんていうのかな、落ちてからの花の開き方も個々でね違っていて、ここがまたちょっとねこう面白いところではございますわよね。はい、というわけで、続きましてはこちらのお姉様です。次のお姉様で、戦乙女バルキリーコラボ第2弾のお姉様方の振り返りは一旦終了となります。やあ、お初にお目にかかるね。ロキだよ。これからしばらく楽しい時間を過ごそうじゃないか。よろしくね。続きましてはロキお姉様でございます。イラストは浦勘先生、そしてお声は川島里乃さんでございます。神々の敵である魔族の血を半分引きながらも狼にその力を認められ天界に仕えていたオーディンの元側近。魔族と人間のハーフであり半信半魔であるがゆえ、自分の体を変化させ
二なりになれる特徴を持っている。いいぞー。だから、なるほど。お声というか、そのおしゃべりの仕方が中性的だなというふうに思っていたんですが、ここから来るのかしら。立ち側にね、こう回るからという感じなのかしらね。面白いことが大好きな性格で、今回はブラックバルキリーと共に次元の壁を越えてきた。というわけで、こちら、ロッキーお姉様でございます。お声もね、ちょっとこう中性的で凛々しくかっこいい。でも、大元のね、北欧神話ではトリックスタートされていますので、ひょうひょうとした感じの喋り方がとても個性的でいいなと思いますわね。絆シーンのこのお顔は、この先、あれをこう、バナナ食べてるだけだから、そう、お祭りで買ったバナナチョコとかを食べているお顔だから、そう、きっとそういうこと、きっとバナナチョコをもぐもぐ食べる絆シーンなんだな。きっと勝間さんとお祭りとかに行って、そう、バナナチョコを召し上がる絆シーンなんだろうなと想像いたしますが、開発シーンのこのハの字のね、でも完全に下に回ったわけではないこの表情もとても素晴らしいですわね。その設定が4行目気になる4行目そうね、やはりこのその二なりというもの、特にそのなんていうのかな、女性と女性の濡れ場における二なりというものにおいてはいろんなねこう宗教があると思うんですけれども、まあとはいえよっていう、その麗しきお姉様とお姉様がくんずほぐれずするっていうのはまあなかなかええもんやろがいと私もね思いますので、ここ確かに気になる部分ではありますよね。見たいな。そのカチュマさんとのシーンとかやなくて、あれでもちょっと待って、でも二なりになれる特徴を持ってるっていうことは、その勝間さんを組み敷くこともできるっていうこと？なるほど、それは見たいし、勝間さんにチョコバナナはしてあげることもできるっていうこと？なるほど、それは見てみたいな。いかがですか？そういうシーンもぜひご検討ください。尺八吹いてる顔でしょ。そうそう、尺八吹いてる顔だから、そう伝統芸能だから、そう。はい、というわけで、こちらね、戦乙女バルキリーコラボ第2弾で実装されたお姉様方のご紹介でございましたが、さあここから先は悪生だけの新情報がございます。というわけで、君たち分かっているだろうね。やはりこう現代社会、情報というものにはね、対価というものが必要になっているわけだよ。高評価差し出しなさい。ポチッと。偶数回押したらダメですよ。奇数回押すのよ。だからもう押してる方はそのままお待ちいただいて大丈夫ですので、そういうことで。おい、こら減らすな。これお前たちいいか、これ減らすのおもろいと思ってるやつたちはあかんぞ。そういうあれはあかんと思うぞ。でね、先に評価押しちゃったな、こらー。次はペリジニュームーン味の2人も見たいぞ。確かにこのくだりに参加したくてあえて温存していました。お祭りをね、みんなで楽しみましょうね。配信始まる前にね、あらかじめ押してくださった方たちもありがとう。ちゃんとね、確認しておりますので、いつも感謝しておりますわ。というわけで、
高評価を押してない民たちは高評価、そう、あなた方の高評価を捧げなさい。そういうことよ。いい？押した？いい子ね。高評価どんどん増えてるわ。高評価の数今55、55になっておりますわね。連打しなくていいのよ。連打するときは奇数回連打するのよ。わかった？お姉さんとの約束だぞ。おい！ 55 なっとったやろうが！なれじゃー！56なりました。ありがとうございます。55飛んで56になっております。あと4で60になる。誰かみんな一族ロートを連れてきて高評価を押して。エロかっこいい。本当に？いや、このお姉さんボイスも女幹部に昇進した時用に私練習しておきますわね。キリキリ。あ、すごい57になってる。あと3。じゃあ60に減ってるぞ。お前そういう煽り良くないと思うんだよね。学級会とか開いて相談した方がいいと思います。はい、偉いね。57ちゃんと戻した？はい、減らすなよ。いいか？思ってんのか？ダメだぞ。あとさん欲しい。誰か親とかおじいちゃんとか連れてきて。兄弟とかでもいいよ。減ってるやんか。だからやめろっつってんだろうが。ほらもうあれだから、アリスちゃんが反応してくれるから、じゃあこの高評価ボタンを押したり押さなかったりしようかなとか、そういうことをねするからね。お前たちはこんなあれだぞ、平日のゴールデンタイムに私とルネソフトの公式番組なんかを見なくてはならない人生を送っているんだぞ。分かっているか？あ、私の目から涙が出てきた。私なんでこんな花の乙女の青春にルネソフトの公式番組の MC なんかしているのでしょうか。おかしいね。はい、一族ロートは同じ赤で見るから増えないんだよな。サワーカ作ってもろてすまん、うち弟以外は女兄弟なんや。引きずり込もう。せや、女の子は可愛い。女の子は女の子も好きだよね。あ、58になった。ありがとうございます。わー、素晴らしい。ありがとう。じゃあ、あとそうですね、あと2のちょっと先生方押した？先生方押しました。ルネソフトの職員、みんな押してまして、よろしくお願いいたしますわね。ちゃんと60になったらするから。プンスコプンプンあとちょっとよ、あとちょっと。あ、今59。先生方個人アカウントあるやろがい。なんか他にルネソフトの職員、60行きましたわ。ありがとうございます。あ、ちょっと待って、なんで私ありがとうございますって言ってるの？そう、情報だ。新情報と引き換えだから。そう、やっと60集まったわね。どれだけ待たせるつもりよ。途中で面白いと思ってポチポチってボタンを押した人たちはみんな後でお仕置きよ。わかったわね。こうか。悪の女幹部ってこういうこと？こういうことね。よし、感動した。小泉さんじゃないし、私フォーエバーラブ歌ったらいい？それフォーエバーラブ、フォーエバーチュリーンって歌ったらいいやつ？個人アカウントでも押してるって歌。ありがとうございます。若干不正感もあるけど、や数は正義や。というわけで、60めでたい。ありがとうございます。では皆様拍手を。ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。わーい。はい。では、
お約束通り、ここから先は悪生が、そう、悪生ファーストのね、そう、新情報でございますわよ。それでは、まずはこちらを、新キャラクターを先出しということで、新キャラクターがピュッと先出しされてしまう。大変、なんだろう、大変パッションなコーナーでございます。それではまずはこちらを見ていただきましょう。私結構ね、チラッとここにここに私もチラ出しだからチラッと見えているんですけれども、まずはこちらを見ていただきましょうかね。見て驚け、ぽい。おやー、ルナテミスお姉様がとても麗しく凛々しいルナテミスお姉様だが、なんだかいつもと様子が違いましてよ。ルナテミス、はてな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 。おや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 、ルナテミスお姉様と並ぶと私も保護色で沈んでしまいますわね。ここにおります。ここにおりますよ。ルナテミスが悪に違う。よく見ろ。お前たちよく見ろ。ルナテミスはてなはてなはてなの下の絵師様の、そう、イラストレーター様のお名前をよく見ろ。ルナテミスお姉様といえば、いつもジェントル佐々木先生が担当されているのでは？おや？アロー先生とイノ先生になっている。そう、多分これ詳しくはない、書かれていないの。イラストだけが送られてきていて、おそらくシャッフル企画かなと私は予想しているのですけれども、ルナテミスお姉様を、それは死ぬルナテミスお姉様をいろんな絵師様が描いてくださっている素晴らしいこのルナテミス祭りを、ありがとうルネソフト。2ヶ月前の姫様はどこ？いねえよ。姫様はムチムチの太ももとムチムチのおっぱいだよ。というわけで、こちらのね、オシタトの先生方が入れ替わったルナテミスお姉様のお姿を頂戴しておりまして、こちらアロー先生とイノ先生のバージョンのお姉様方なんですけれども、それぞれね、ほんと先生たちの絵柄のこう魅力がね、ふんだんに盛り込まれているなという感じなんですが、よくご覧ください。後ろルナテミスお姉様、あ、叩いちゃった、ごめんなさいね、マイクポンしちゃった。4人お顔が4つ見えますね。あれ、なんかよく、おや、おれれれれ、おっと、もう一枚こんなところに資料が。うわーうわー、すごいかっこいい。ルナテミスお姉様シャッフル、先ほどのね、そうアロー先生とイノ先生バージョンだけではございません。なんとこちらわずかに先生、そして光一先生も描かれております。その何も書かれてないの、その企画についてとか。新キャラクター先出しとしか私も伺っていなくて、先生方に聞いても先生方もわからんとおっしゃっていて、誰も何も知らされていない、このルナテミス祭りらしきイラストだけが送られてきている状態なのですけれども、おそらく多分シャッフル企画なんだろうな。じゃあ一体どんな感じのね、お話になっているのか、そこがね、そう、そもそもストーリーがつくのかどうかと、何もわからん何も知らん
そう、シャッフル同盟かもしれん。もしかしたらみんなの代わりにいろんな国のルナテミスお姉様が、いろんな次元のルナテミスお姉様が代理戦争をしてくれるのかもしれない。そういうお話かもしれないが、そう、一体何が始まるんです？もう本当にそうなんですが、先ほどのね、なんて言うんでしょう、こうアーマーモードではないお姉様に続きまして、こちらはわずかに先生と、そして小市先生が担当されているアーマーバージョンのお姉様でございますが、さすがですわね。わずかに先生、そして小市先生のこのアーマーバージョン、プラモで欲しい。ビプラにしてくれ。頼む、ビプラとして販売してくれっていうほどのね、このかっこよさでございますわ。またね、この小市先生が描くアーマーとわずかに先生が描くアーマー、この出演する多分ちょっとアニメが違いそうなこう傾向の違いみたいなのがあって、こういうところをね見るのもすごくこうワクワクいたしますわね。小市先生のなんだろう、武器の感じがこう勇者シリーズとかにねなんか出てきそうな感じがいたしますが、こうわずかに先生のバージョンはね、なんかこの近年平成とかなんだろう、平成令和とかのこうオリジナル系のロボットアニメ感がねちょっとありますわね。どちらもビプラで欲しい。ビプラにして欲しいって感じですわね。素晴らしいですわ。これネーデルガンダム枠ありますか？あるのかな？あるので、あってもベースがガンダムじゃないから。でもネーデルガンダムか。あれ、私ノーブルガンダムと間違えてるかも。ネーデルガンダムってあれだっけ？ちょっと待って。ネーデルガンダム、風車ついてるやつか。オランダのねやつよね。勉強で勝負つけようぜ。多分お姉様方そう、なんだろう、勉強はダメかな。ダメかな。勝者なしってなりそうですわね。いや、わからんで、もしかしたら真のルナテミスをかけた戦いが始まるかもしれん。どけどけ、俺が本物のルナテミスだみたいな感じ。小市先生のバルシオーネ感があって最高。確かにな。バルシオーネの曲も私大好きなんですが、スパロボに出てほしいですわね、お二人とも。でもまあロボットではないから難しいか。アーマータイプですものね。胸部を破壊したら失格な大会。頭じゃなくて二人一組で出る感じ。マブ戦法とか使うやつ。俺のマブや。ちょっとそれは見てみたいですけれども、さあこれで終わりだと思った？残念、フリップまだございます。ドン。ルナテミス祭りではございませんが、こちら新装バージョンのクイーンテール様のおイラストを頂戴しております。クイーンテール様、本来であれば、ジェントル佐々木先生が担当しておられますが、今回はですね、こちらカレー先生が担当されております。麗しいですわね。ですが、しっかりとしたこのお太もも、そしてふくらはぎ、良いですね。このアイヨがフューチャーされたお衣装、そしてこの横のね脇が見える感じもいいですが、麗しさが増し増しでございますわ。そう、強者の太ももなんですわ。まだあるの？まだあるんだな。こちらの麗しいクイーンテール新装バージョンかっこ仮、実際ねどういったお名前で実装されるのかはお楽しみにという感じですけれども、ぐるぐる出た？大丈夫？ぐるぐるが出たら一度あれ
再読み込みリロードしてごらんなさいませ。それでもダメだったらどうしよう。とりあえずリロードしてみるんや。クインテールの新装備でございますが、なんともう一枚あります。盛りだくさんだと思いませんこと？すごくない？なんか今日めちゃくちゃ新情報あると思って、こちらクインテール新装バージョン、そう。続きましてはこちら、じゃん。ラフデータでございますが、時の女王新装バージョン仮のお姿も頂戴いたしております。こちらはですね、普段時の女王様はアロー先生が担当されておりますが、今回ジェントル佐々木先生が担当されております。素晴らしいですね。この新装バージョンの、私その時の女王様のカラーリングむちゃくちゃ好きなんですけれども、このなんていうの、マーメイドスカートともまたちょっと違うのかな、マーメイドタイプのね、このスカートと占い師のようなこのベールっていうんですの、これもまたね、とっても素敵ですわよね。そう、国宝級の美術品かと思いましたわ。タペストリーがね、そう欲しい、宗教画として飾りたいみたいな美しさがございますが、そう、なんとクインテール様に続きまして時の女王様も新装バージョンがおそらくこれもシャッフル企画なんでしょうね。シャッフル企画の一環として用意されているのかな。我々何もわからない、本当に何も知らない、こちらのお姿だけを頂戴しておりますので、本当にほんまに何もわからんがとっても麗しいということだけはわかるし、しっかり彩色されたバージョンをはよ見たいという気持ちが流行る一方でございますが、そう、クイーンたち、クイーンたちとかね、女王たちの新装バージョンといいますか、もうございます。これいつ実装されるんでしょうね。とっても楽しみですわ。本当にいつかしら。ワクワクして仕方がないマン。そう、5個がね、刺してるし、神々しいまでフィギュア化しよう。そう、フィギュア化するのに本当にいいこのシルエット感といいますか、フィギュアになってほしいですわよね。私も欲しい。母上の新装バージョンも来るの。そう、しかも絵師さんがねシャッフルしておりますので、いつものね感じとはまた味わいが違う皆様が堪能できるという、これねめちゃくちゃいい企画だと思うんですのよね。やっぱこちらのなんていうの、その例えば同じデザインであったとしても、担当されるイラストレーターの先生方が変わるだけですっごい表情といいますか、なんていうの、魅力がまたね、そのイラストレーターの先生方の個性がまたこう合わさってといいますか、普段と違うこう化学反応みたいなのが出てくるから、とってもね味わい深い、すごくいい、そう、いわば味変企画みたいな、これは素晴らしい企画だなと思いました。そう、好きなキャラクターを先生が描いたらどうなるんだろうとか、そういうなんかワクワク感をね担当できるのがいいなと思いましたのでね、描いてて楽しかったアーマーとかこれってちなみにそのアーマーのお色の指定とかってあったんですの？わずかに先生はほら白ベースで描かれておりましたけど、小一先生は暖色ベースで描かれていたじゃない？こういうのってその発注が来た段階でこういう感じのデザインにしてくれみたいな具体的な指示とかってありましたの？魔術師のカードみたいな感じで出てきそうね。タロットカードみたいな感じでいいですわよね。で、そのなんて言うんでしょうね、このポーズ感と言いますか、ミステリアスな感じがすごく素敵で、
これ1万円としてポストカードとかですごく欲しいですわよね。かっこいい。シャッフル企画のキャラのアクスタをぜひぜひねえ見てみたい、欲しいですわよね。他の先生の描かれていたルナテミスは今回初めて見ましたね。ということはそのもう企画先生方も何も知らんと来たっていうことですの。その何も知らされずにルナテミス何々バージョンみたいな感じで発注書が来て、ルナテミス俺が書いてええんかみたいな感じで、じゃあ皆様 OK になられたっていう感じま、どこまで話していいかわからないからちょっと深掘りするの怖いですけど、つまりみんなほんまに何も知らんと制作に入ったっていう可能性があるっていうことです。何も知らんって書いたわよじゃあ動揺もすごかったっていうことですの？発注書来たけどルナテミスって書いてる。ルナテミス、俺がルナテミス書いてもええんかっていうことですわよね。そういうことですわよね。ということは他の絵師の先生方も全く同じ感じだったっていうことよね。きっとそのアロー先生もイノ先生もわずかに先生もそうですし、ジェントル先生もそうだし、カレー先生もそうですけれども、皆さん、あれこれ他の絵師さんが担当されてるキャラクターだけど、これ自分が描いていいのっていう感じでお仕事されていた可能性があるということね。今回描かれた先生全員のインタビュー記事が読みたいです。そうね、実際に実装される時って多分また改めて時期が被れば、そう実装の時期と悪玉の時期が被れば番組で紹介させていただくことになると思うので、もしね時期が被れば先生方におコメントいただける先生、そのお忙しかったりねすると思いますので、もしかしたら全員分頂戴するのは難しいかもしれませんけれど、もし可能であればそのデザインをね受け負われる際に気をつけたことだったりとか、意識したことだったりとか、あとこのご依頼来た時どう思いましたかみたいなの聞いてみたいですわね。実現できるかは分かりませんが、案としてでは一旦持ち帰らせていただきまして、これじゃあ先生方託しますわね。ご検討よろしくお願いいたします。何も知らないまたしても何も知らない大泉洋さんみたいになっていてちょっと面白いですわね。他の方のリアクションも正直聞きたい。僕はびっくりしましたね。そうですわよね。だって基本的にそのねこのキャラクターはこのお姉様はこのイラストレーターさんがお姿を担当するっていうのが決まっているからってなりますわよね。よろしくお願いいたします。聞きたいです。さあというわけで、こちら新キャラクター先出し情報でしたが、まだございます。こちらさらになんだ、押してみよう。こっちビプラにしたい。でもこの方どなた？このお姉様どなた？なに？でっかいこのでっかいこの武器いいですわね。壁ですわ。ちょっと待ってね。これなに？ポチッとな。ラフデータを公開とありますが、丁寧に説明が出てきたぞ。これなんて読むの？少女戦記ソウルイーター。ルネより解説。何も知らんアリスちゃん用に解説をしてあげようということですわね。ということはこれ
新しい社内 IP コラボっていうこと？ルネソフトの過去の作品とペリシーニュームーンの新コラボ情報っていうこと？ちょっとお読み上げしますわね。少女戦記ソウルイーター。ルネから2009年に発売されたアドベンチャーゲーム。ルインアームズと呼ばれる武装を身にまとい戦う少女たちが自身の宿命を背負いながら悪の組織の手先にいろいろされてしまうといった変身ヒロインが体を張る作品です。なるほど。だからペリシーニューモンと相性がいいということね。本作は何といってもルインアームズをまとって戦うヒロインたちがとってもかっこいい。武器も巨剣、大剣みたいなこと？巨大な剣、大砲までトンファーを用いて戦う彼女たちですが、あんなことされたりこんな目にあったりと美少女ゲームのお約束もしっかり用意されています。パッケージに描かれている通り触手もあるよ。ほんまやここに触手がいる。こっちのお顔とタイトルばかりに目を取られていましたが、よく見るとここに触手がいる。何でもありか。あ、なるほどね。ということは赤の女幹部がタイトルやコンセプトの割に意外と両辱系ではなくて、こうお仕置きの軽い感じだったけれども、こっちのこの少女戦記ソウルイーターはガチガチの黒系ということなのね。なるほどなるほど。ほいでほいで、こっちとな。あ、これがじゃあペリシーニュームーンで出てくる少女戦記ソウルイーターからの登場されるお姉様っていうことね。このソウルイーターというのがお名前ということ？こちら、ソウルイーターお姉様、担当イラストレーターさんはノンデル先生ということですが、お衣装がね、ここのおへそ、ここのおへそのこの影と少女らしきこの華奢な体からくるこの股関節のこの辺のこれなんていうの？何骨っていうんだろう。ここのね骨からくる影がまた素晴らしいですわね。そしてこのちいちゃなおちりプリチーでございますわ。見に行ったら黒よりも黒だった。黒よりも漆黒ジェットブラックみたいな感じですよね。テンタクル、触手怖くないよ、気持ちいいよ。いや、大丈夫です。間に合ってます。私、ニョロニョロヌメヌメした生き物が非常に苦手なので、大丈夫です。お持ち帰りください。このタイトルプレイしたことはないけど、なかなか、なん作品なのは知っとるな。あ、そうなんですのね。触手姫が突撃。いや、それは困らないですけれど、それは嬉しいしありがたいですが、触手は大丈夫です。触手はおしまいください。はい。社内 IP コラボルネレジェンド枠です。わー、そうなんですのね。ルネさんのこのタイトル初めて知りましたということは、結構そのレジェンド枠ということはその前回紹介させていただいたもみじのようにかなり古いタイトルということなんですの。ダウンロード販売がまだあるようですよね。ありがとうございます。先生方よりも先にね、今出てますよっていうのをね、しっかりこうサーチしてくださって周知してくださりありがとうございます。皆様に助けられております。ガチの黒パッケージです。結構きつい描写もあるので、原作プレイしたい方はご注意ください。あ、じゃあなんていうんだろう、人によっては NG と思われるような、例えば痛いだったりとか、いわゆるこう、すとかの要素があるとか、そういう感じ。アリスちゃんの苦手なものがいっぱい出てくるよ。いらないです。じゃあ、アリス痛いのは嫌だし、
ぬめぬめニョロニョロも得意じゃないので、それだったらアトヘの世界で生きてたいなって思うから、それはちょっとって感じですが、私はくびれがいいと思います。私もそう思います。くびれ最高でございます。タコ、ウナギ、イカ、そんな変身するな。でも、そうなの、王子のね、その10周年の方で、これ私苦手なものばっかり入ってるなっていう新コンボが出てましたよね。そっか、なんかニョロニョロいっぱいいるなみたいな。2009年ですね。新しい。2009年は16年前やぞ。生まれたおにゃにょこが結婚できる年になるくらいの月日なんですわよ。新しくないけど、でもガンダムシードってもう20年前の作品なのでしょ。そう思うとガンダムシードって今だって全然普通に話題に上ってくるから、新しいのかな。こんな最近か。アニメ化もしています。アニメ化もしているのね。すごい。そうせんさんもアニメ化してたよな。把握してらっしゃる。原作通りの黒さで実装されたらきつい。多分私のこれ完全に私の想像よ。だから責任は持てないですけれども、私の想像ベースなんですが、ペリシーニュームーンに実装される場合はやっぱりペリシーニュームーンのフォーマットに落とされるんじゃない？だからその従来のペリシーニュームーンのファンの方が楽しめる程度にきついところはナーフされてるんじゃないかなとね、想像するのですけれども、実際どうかしらね。このゲーム持ってないかと思いきや、ルネソフトプレミアムパックに入ってるから持ってた。そんなものに入っていたのか。レジェンド枠だから抜かりなくということですわね。そしてさらに待って、さらに、もう一方ラフデータを頂戴しております。ブレインジャッカーお姉様。イラストレーターさんは同じく飲んでる先生でございますが、私の好きなでっかい射撃武器、キャッ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 、これはいいですね。砲台系のキャラクターになるんですかね。ロングバレルのこれはあれですか、長距離射撃とかもいけるやつですか。ワクワクしますね。武装を見てるだけでキャッ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 ってなりますね。というわけで、こちらのね、少女戦記ソウルイーターから、ソウルイーターお姉様、そしてブレインジャッカーお姉様のラフデータを頂戴しております。IP コラボもっとすべき。ね、知らないその IP がたくさんプレイソフトってあって、なんか聞くところによると、普通で、その、美少女ゲームブランドさんって、その最盛期とかのね、たくさんブランドがあった時代とかでも、大体フルプライス作品って出しても年に2本とかだったらしいんですけれども、ルネソフトフルプライス作品を6本出してた時期があったらしいのね。死ぬぞって思うんですけれども、だからその性癖のデパートという名の通り、多分すっごいIP の数はあるのかなと思うのよね。で、我々やっぱりその昔の作品とかは知らないから、そういうものをね知るきっかけになるのでいいですわよね、こういう社内 IP コラボね。でっけえ武器はロマンいっぱい。そうですわよね。おっきい武器はロマンがいっぱいですわ。でかい武器はいいぞおじさん。でかい武器はいいぞ。ステージの端から端まで届くタイプのマップ兵器や、強いやつや、くるくる回しながらやってほしいやつや。というわけで、こちらのねラフデータ2枚頂戴しております。こちらもね詳細の方はまたきっとね追って
続報がやってくるのだろうと思いますので、今後のね続報をお待ちくださいませ。はい、というわけで以上がヘリジーニウム先出し情報だと思った？なんとこのフリップまだ続きがございます。まだある。びっくりだろうがお前たち、今日まだあるんだ。なんだったら今もう帰ろうと思ったら帰らない方がいい。この2年、そしてこの3年、悪生を見たお前たちは今この瞬間ここにいろ。いないと後悔するからな。そう、なんかまだあるんですの。さらにっていうかあれ、クトゥルフ神話のダゴンの窓にみたいなテンション感で来るやんというこの続報なんでしょうね。続報フリップね。これだけまあ期待感を煽っといて肩透かしなんてことはまあまあないやろうということで、まあまあびっくりする情報がですね、この後待っております。さあなんでしょうね。なんだろうな。開けてみましょうか。本当に開けてもいい？産地減るかもしれないよ。さらにだからね、クトゥルフ神話 TRPG みたいに産地減るかもしれないけど、このフリップめくってもいいですか？よろしくて。めくっちゃいますよ。やめとく？なしにしとく？どうする？どうしようかな。これでめくった方がいいのかな、めくらない方がいいのかな。心の準備は OK ですか皆様方。めくりますわよ。いくぞー。3、2、1。こっち。はい。アナザーアリス実装決定。ついに来てしまったようだな、この時が。いや、びっくりした？びっくりしましたでしょ？私もびっくりした。私もびっくりしたの。悪生のね、そのミーティングっていうのが毎月あるのよ。悪生の前に次の悪生ではこういうことをお知らせしますとか、まあそのいろんなね月一の、定例会議みたいなのがあって、そこでアリスさん、はいアナザーアリスが実装されることになりました。アナザーアリスアナザーアリスが実装ですか？はい。では、アナザーアリスの設定を考えていきましょう。私が考えるの？ということで、プロフィールを公開させていただきたいと思います。こっち。アナザーアリス。悪の女幹部養成女学院に通いながら悪生のラジオパーソナリティを務める銀狼アリスのアナザー隊。正義の味方である父と悪の女幹部の母を持ち、幼少期は愛情深く育てられていたが、悪の組織の内紛により母が始末されて以来、病んだ父によるうがった正義心を植え付けられて育つ。虐待に近い正義教育により感情を剥離してしまう。悪の組織の内部に潜入し母の復讐を果たすため、その過去を隠しながら悪の女幹部養成女学院に入学。昼間は悪の女幹部の卵を返じ、夜は無慈悲に冷酷に自らが悪を認めたものを狩る歪んだ正義の執行者となった。
設定が辛いな。これはまあまあ悲しい設定ですわね。ということで続きましてはこちらでございますね。まだあるね。こちらがアナザーアリスの2つな、そしてスキル必殺技などになっておりまして、この辺もねもうプロフィールとしては決まっております。2つなエンジェルオブデス、スキルサーチ&デストロイ、必殺技ディバインパニッシュメントという感じで、スキル名とか2つなとか必殺技をアリスで自由に決めていいよって言われたから、ペリジニウムってオマージュ上等の文化があるから、じゃあ私が好き放題詰めさせていただきますね。元ネタをね知っている方たちはニヤニヤしながら、見ていただければと思いますが、好きなもの焼きそばかっこソース、なぜなら私の好きな焼きそばが塩だから、アナザー隊っていうことは正反対がいいかなということで、焼きそばかっこソースとさせていただきまして、でやはりね別の存在とはいえ、そのなんていうのかな、別の存在、別人とはいえ一つのねこう軸になるものは一緒なので、好きなものは、強く美しいお姉様とおメタル。ただ多分好きなおメタルのサブジャンルが違う可能性があるので戦争になる可能性がございます。そこは戦争になるかもしれないし、同じジャンルだったとしてもこのバンドの至高の曲はこれやるがいっていうこの戦争が起こるかもしれないし、なんでしょうね、私は結構古いおメタルが好きだけれど、アナザーアリスはひょっとしたら最近流行りのテクですとかね、コア系が好きで、おっさんたちが聴くようなメタルばっかり聴きやがってって言うだろうし、私は老害みたいにうるせえ、そんなのメタルじゃねえって言い出すかもしれませんし、そういう争いが起こるかもしれませんが、嫌いなものは一貫してニョロニョロヌメヌメした生き物が苦手でございます。嫌いないぷいということで、こちらなんですけれどもね、2つなとか技の名前はねこう私が好きにさせてもらいまして、軽くこれ元ネタを説明すると、2つなのエンジェルオブデスはね、これスレイヤーっていうメタルバンドがあるのね。スレイヤーの有名な人気曲がエンジェルオブデスという曲で、この設定プロフィールにね基づいて、じゃあこれぴったりねという感じでエンジェルオブデスにさせていただきました。なので全体的にちょっとなんかこうそうね、宗教は全く入ってないけど、そっちに近いこうコンセプトから引っ張ってきています。サーチ&デストロイはみんな知っとるだろう。私の大好きな漫画でございます。でこのディバインパニッシュメントもね、そのエンジェルオブデスだったりとか、サーチ&デストロイから想起される、ちょっとかっこいい必殺技で、これ私の好きなね同人メタルバンドの曲からね引っ張ってこさせていただきました。はい。で今ねこれ割と2つなとかね技に私の好きな要素を反映させていただいたし、いろいろね考えさせていただきましたが、アナザーリスに関しましてこんな感じになっております。プロフィールやデザインの指示などは全部アリス本人が担当、しっかりと監修も行いますということですが、一応一つだけ訂正させていただきますと、これ私が全部作っているように見えますが、基本は先生方と相談しながら決めていっております。でそのいろんな出していただいた案だったり、私から出していただいた案などと、そのいろんなことを加味しながら最終決定権を私が持っているという感じですわね。だからそのアナザーアリス実装に関しては私が偉い人やえへんという感じになっております。でアナザーのね先ほど見ていただいた生い立ちに関しましては、こちらねなんとルネソフトガンクラブが協力してくださっております。具体的に言うと、
担任の先生ルネマン校長先生、そしてルネソフトでおなじみの MO 両生類さんが用意してくれた原案の中から、それをねこういろいろ見ながら、自分が私がコンセプトを決めさせていただいて、そこから先生方が設定を広げてくださったのが先ほどのご紹介させていただいたアナザーアリスの生い立ちという形になっています。なのでね、今日もワッホイワッホイしておりましたが、私基本的にその闇落ちキャラクター大好きマンなので、そこはね趣味だったりとか、先生方もノリノリですごいね素晴らしい案を出してきてくださったので、全員一丸となってアナザーのね生い立ちを考えました。アリスさんがこだわった監修はどこですか？よくぞ聞いてくださいました。ちょっと待ってね。これね、じゃあ次のポイント、こちら。担当される絵師様、声優様はまだ未定とのことですが、アリスから希望を出しました。誰に担当していただけるのかお楽しみということなんですけれども、私がこだわった監修ポイントはやはりその見た目だったりとかデザインの部分ですわね。でこちらに関しまして私がデザイン周りは手動で決めさせていただきまして、で発注書のおまとめ自体は先生方にお願いいたしました。そのなんて言うんでしょう、決まっているテンプレートじゃないけど、普段やり取りしているイラストレーターさんたちとのこの提携のものがねきっとあるかなと思いましたので、おまとめはお願いいたしました。で書いている通り、ちょっとまだ絵師様に関しては未定ではございますが、とても楽しみにしております。私のいろんな趣味をねキュッ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 とまとめてお出しをさせていただいておりますので、どんな感じで上がってくるかも今からよだれが出るほど楽しみにしております。でそうね、声優を自分が、声優様はまだ未定とのことなので、こちらね、その声優を私が担当しない理由につきましては、この後ちょっと説明させていただきましょう。はい、というわけで、私本人ではなく、アナザー隊でのお実装となります。ですので、当然、ゲームのお仕様通りにもちもちシーン、そう絆シーンや開発シーンがね実装されるということなんですが、私が自分で声を担当しない最大の理由はこれです。私声優さんたちの大人向けシーンにおける技術力というものを心の底から本当にリスペクトしているのね。で、大人向けシーンって本当に難しいの。だからこの自分のように、私のようにね、この教育を受けていない人間が付け焼き場で挑んだところで絶対に及ばないんですよね。大人向けのシーンってそれくらい本当にこだわり抜かれているし、ディレクターさんのディレクションの熱も一番入るところだし、声優さんたちもそこに向けていろんな準備をされたりだったりとか、いろんな経験や技を駆使して臨まれているものだから、これ私がやってはいけないと思ったの。やってはいけないというか、今のこの半端な状態ではね、そうやってはいけないと思っていて、で私の声をね期待してくださった方には本当に大変申し訳ないなと思うんですけれども、でも私がこの方ならお任せしたいと思った何名かの方をリストアップいたしました。それをもうすでにお渡しをしています。で、何名かリストアップさせていただいた理由っていうのは、その先方のねスケジュールのご都合だったりとかでお受けしていただけなかった時とかもいろいろ考慮して、加味して、その何名かっていう形ではあるんですけれども、それでリストをねお渡しさせていただいておりますので、きっと絶対に良きアナザーアリスが
届くものだと思っておりますので、私と一緒に楽しみに待っていてくださいませ。私もすごくとっても楽しみですし、そう、私もだからまだ絵師様と声優様はね、誰が担当するのかっていうのを全く知らない状態でございますので、続報を一緒にワクワクしながら待ちましょうね。うん。そう、もうなんでしょうね、成人向けコンテンツの大人シーンって、とにかく職人芸、職人芸の極みだと私思っているの。私、本当にそれは思っていて、絶対にこれは、ちゃんと、プロの方にお任せをしなくてはならないと思ったし、何よりも、あなた方の股間に生えている、ロングバレルキャノンを内させたくなかったの、私の半端な演技では。それもあったの。ちゃんとそこもリスペクトして、ちゃんとね、すくすく育っていただきたいじゃない、せっかく実装されるんだったら。それもあったから、まずこれは、お声はちょっと自分ではやらないようにしようというふうにね、私はできませんって、ちゃんとした方にお願いをしてくださいっていうふうにお願いをさせていただきました。はい。そうね。今回プロフィールを、アナザーリスのプロフィールを公開させていただいたんですけれども、ちょっと戻りましょうね。ここね。これね。これ実はアナザーリスだけのプロフィールではなくて、話す機会がなかったから、この際お話をさせていただくんですが、私、個人チャンネルでもね、ちょいちょい両親のお話をしたりはするんですが、両親が何をしているのかというお話は皆様にしていなかったと思うの。すごいガチオタの両親なんだなというふうに理解をされていたと思いますが、お父様やお母様の影響で、昔のそういうゲームコンテンツだったりとか、コミックだったりとかアニメだったりとかに比較的造形が深いと思われていたと思うのですが、父と母の職業がね、お父様がヒーローで、お母様が実はヴィランというのは、これアナザーリスの設定ではなくて、実は私の生い立ちです。そこをやはり源流とするものは同じにしなくてはならないなと思い、アナザーリスにもそれはプロフィール生い立ちとしてコピーをしています。私のこと、これ実はそのヒーローと私が生まれた町というのが、ヒーローとヴィランが存在していて、それがエンタメになっている町なのね。だからお父様の家っていうのも代々ヒーローをしていたお家なの。でも言ってみたら、私ある意味血統としてはヒーローの血を引いているのですわよね。で、父方のお父様のね、実家のご意向で、子供の頃からアリスちゃんは大人になったら正義のヒーローになりましょうねって、正しく美しく強いヒーローになりましょうねっていう風にもずっと言われていたし、その教育を受けていたので、そうね、途中まではそれを志していたのだけれど、お母様をはじめとする強く美しい悪の女幹部に私憧れてしまったのよね。だから今はそうね、意向、お父様の実家の意向とはいえ、小さい頃から歩んでいた道と真反対の方に進むために、今はね、家から出て学院に通っています。だからこうやってルネソフトでおバイトしたりとか、生活費を稼いだりとか。だからアリスちゃんってお嬢様校に通ってるのになんで生活費のためにバイトしてるのって、きっと今まで思っていても口に出さなかった方たくさんいらっしゃると思うの。実はこういう理由があって、今は家とは全く違う方向、もう自分の進みたい道に私のわがままを通すために進んでいるから、自分の生活もね、自分で見るっていう風になっているのね。
だから私はヒーローの心を持って生まれたヴィラン志望の女の子っていうことになるんですけれども、だからそうね、よく思い悩むのが、自分作品の中の悪がすることってやっぱり私もダメだと思うし、人に迷惑をかけること、人を傷つけること、いけないことだっていうのはもう染みついてしまっているの。だけどやっぱり悪のそのエンタメとしての悪の女幹部の美しさ、かっこよさっていうものをもう知ってしまったし、この悪の女幹部を通してもたくさんの素敵なお姉様たちを見てきたわけよね。だからもう常にやっぱ正義とは何かな、悪とは何かな、私が目指すべき悪とは何だろうっていう問いをね抱えながら、この先どう進めばいいのかっていうのを悩みながら将来に向かって、今進んでいる最中なのよね。だからもうそれを自分のことをベースにしながら、今回この先生方と相談しながらアナザーリスの生い立ちっていうのを考えてみたの。私は正義の心を持って生まれてきた悪の女幹部志望のヴィラン志望の女の子だけど、正反対に心が歪んでしまったまま正義のヒーローになってしまった私という可能性を考えた時にこのアナザーリスが出てきたのね。だから結構ね、その私の強い思いだったりとか、そういうものもね、アナザーリスにはあったりとかして、なのでそのシナリオの件とかも少し、だから私からもこういうところ可能であれば入れてくださいっていう風に一応パッとどういうシナリオになるかとか言えないけど、私とアナザーリスの根っこになる部分の話もちょろっとだけね、あまり入れすぎると重くなるかもしれないから、ちょっとだけ入れてくださると嬉しいですっていう風にリクエストはしております。どうなるかというのはね、今後の続報を待ちましょうということで、はい、というわけで、あれ、私なんか消えてるな。いた。はい、というわけで、ただいまでございます。というわけで、びっくり、なんとアナザーリス実装ということで、こちらがね、でかい。でかい。帰ってきた悪の女幹部ラジオが始まって、3年、4年それくらい経ちますかね。3年か4年くらい経ちますけれども、大高お姉様とやっていた時からね、もしかしたら実装みたいな話をしておりましたが、いやそんなことあるんかみたいな話をネタとしてはありましたが、この度アナザーという形でね実装されることになりました。私とはまた違う存在のアナザーアリスとして生まれるね女の子をみんなで楽しみに誕生待ちましょうね。私も超楽しみなので、今日は大量でしたわね。本当にね、大量正直アリスさんの実装が一番のサプライズでした。そうよね、ずっとね、この悪ラジ、そして悪生をご覧になっていた皆様的には、やはり私とあなたたちの付き合いってもう長いじゃない？ 3 年だったり4年だったりするから、言ってみたら旧来の知り合いにとんでもねえ進路が現れたみたいな感じよね。実装された暁にはガチャで引く配信をしましょう。お金ないよ。クリスタルくれ、ルネソート。クリスタルをくれとは言わないから、お給料を上げてください。ガチャ配信できるだけのお給料よろしくお願いします。その月の悪生だけ出演料10倍みたいな、よろしくお願いいたします。ね、アナザーどういう感じになるか楽しみですわね。
私常々言っておりますが、そう正義の反対ってまたね別の正義で、完全なる悪、完全なる正義というものはないと思っているのね。なんかもうその突き詰めるとね、突き詰めて考えるとね、だからいつもあり方にはね考えてしまうし悩んでしまうけれども、なんかタイバニみたい、ヒーローのエンタメか。そうそう、だからタイバニだったりとか、あと今ヤンマガプラスだったかしらねでやってるゴールデンマンとか、あの辺をご覧いただけると、私が生まれ育った街のイメージがなんとなくつくんじゃないかなと思いますわ。というわけで、なんとね実装なんでございますが続報待てということで、ガチャ配信をお願いしたい。ガチャ配信で出てくれたらいいけどな。出演料は DMM ポイントで、これ以外には絶対使わせんぞという強い意志を感じますわね。アナザーリスならば好きにしてもいいんですよね。そうそれで皆様にねちょっと聞きたいことがあって、私一応ゆるねソフト唯一の全年齢コンテンツであることは揺るがないんですの。そう、これは変わらずなんですが、別世界の存在である私ではないアナザーアリスは、今回セクシーシーンが実装されるというのは今ご紹介した通りなのよね。で、ちなみにどんなシチュエーションだと嬉しいっていうのを、軽く聞いておこうかなと思いまして、参考がてらに皆様の妄想を YouTube くんが怒らない範囲で教えてほしいんですの。で、ちょっと過激な内容になりそうな方はですね、今ここ先生が速報としてアナザーリスについて絆シーン開発シーンの要望をお待ちしておりますという風に X の URL を貼っております。ここにリプライだったりとか引用リポストでね書いていただく、そうリプライもしくは引用で、昔的な言い方をすると引用リツイートねの形で書いていただけると、これ発注にひょっとしたら反映される可能性もございますので、もしよろしければこのあたりご協力いただければと存じます。巻き戻る飲ませてもええんか。巻き戻るはアナザーアリスの評判が良かったら別バージョンとして出る可能性もあるんじゃないかしらね。触手は嫌だけど、みんなが見たいんだったら案として一応、私じゃないけど、私じゃなくてもかわいそうだからやめて差し上げたいけど、一応その案として出してはおきますわね。しりかびじりお仕置き勝間を悪だと認定して挑んで返り討ちで分からされる開発シーンとか、勝間さんにそんな気概があるのかしらね。勝間さんに負ける気がしませんわ。勝間さんの周りのお姉様方に負ける気はしますが、強い負けない展開頑張ってるアリスさんを支えるシチュエーションですかね。イチャラブとは言わないけど、心がはち切れそうですものね。私そのアナザーアリスの生い立ちを見た時すごいね、泣きましたの。辛いじゃない。だって私はその実家の望む方向とは違う道を歩んでいるとはいえ、家族仲が悪いわけではないし、お父様もお母様も健在なのよね。でもアナザーリスはお母様がもういなくなっていて、でお父様も様子がおかしくなっていて、本来愛される人たちに愛の代わりに強い思いをぶつけられて育てられてきたわけじゃない。なんか私だけど、私は私のお友達になりたいって、その生い立ちをね見た時に思ってしまったのよね。とてもなんか悲しかったから、それはねなんか、
心がホッとする瞬間みたいなのをね持っていてほしいわよね。嫌いなものリストに記載があるならいつかは生かしたいですよね。お前たち心やで。なんかアナザーちゃんは何触手でひたすらいじめられる感のシーンが目に。なんでみんな触手って言ってくるの？これ触手になったらどうするんや。ニョロニョロしたりヌメヌメしたりニョキニョキしたりね。もうニョキ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 は性癖ですか？生放送中にいろいろされるんだけど必死に平成を装って配信を続ける。あ、でもアナザーちゃんは悪生のパーソナリティではないんじゃない？多分私はパーソナリティだけどアナザーは多分なんかそういう感じじゃないのかも。勝間さんだって何かしらあるよ。うん、あるはず。あるかな。二面性の不安定さが露呈するストーリーは胸に刺さるものがありそうですね。アリスさんも頑張ってますからね。ありがとうございますですわ。私まだまだねたくさん頑張りたいことありますので頑張っていきたいと思います。アナザーにはソウルイーターみたいなことしてもいい？ソウルイーターに決まってるやろがダメ。いいかお前アナザーって言ったって私の顔同じ顔やぞお前たち。同じ顔してるしその全く知らん人やけどその全く違う生い立ちではないわけやないか。そんなアナザーがソウルイーターみたいな目に遭うのをゲヘゲヘゲヘって見てられるわけないだろうが。痛そうなのはわーってなるしその直視でムチムチさせるとあーってなる。設定的にアナザーが快楽に落ちる光景が正直想像つかない部分もある。いやーでもどうなんでしょうね。その強気なキャラクターほど快楽落ちした瞬間の見てる側の恍惚とした感じ。あっとこれは私の心のおじが出てきてしまったようだな。エヴァ様もヘビでいろいろされたし勝間ならやるかも。私多分それやったら発狂して死ぬので絶対にやめてほしいですわね。ヘビは無理です。ダメです。ヘビは本当にダメ。私無理ぽりょぽりぽり無理ぽよ。ED を全てを焼き尽くします。そんなことになったら。強い登場してイベントで負けシーンか。なるほどね。なんかいろいろありそう。校長作家じゃない。なんだお前たち。アヒル弱そうだろ。知ってるよ。そんな不正にしなくっても北京ダックって美味しいよね。私北京ダックには確かに弱いですわ。北京ダック美味しいなー。バカ。これだからいるねソフトは。これだからいるねソフトの作家は。ほんまにもう客もリスナーも言うな。なるよ。アヒルだから。アヒルは弱いよ。アヒルは美味しいよね。北京ダックは美味しいと思う。まあそのうるせえ。うるさい。アヒル弱そうって言うな。北京ダックを突っ込まれる開発シーンが決まったので逆だろうが北京ダックはどっちかって言ったら突っ込んで焼く方だろうが違う。じゃあ私じゃないけどなんかかわいそうになってきた。これがそうか。なんかわかった。なんかわかっちゃった。ルネソフトにいるとお前たち両弱ゲームにするぞっていう脅し文句が使えるなって思ったんですけど、実際にそのターゲットにされるとこういう気持ちになるんだなっていうのがとってもよくわかりました。そっか、知りたくなかった。知りたくなかったなぁ。
みんなルネソフトに洗脳されすぎて聖化しすぎている。お前たち紳士の心を取り戻してくれ。ほらアヒルのチッコは美味しいスープみたい。そうなの？本当に飲んだことあるってこと？アリスさんが北京ダックプレイを、アナザーの方です。何言ってんだお前たち。皮がパリパリになるまで焼かれるのに、それは死んじゃうね。やりたい方向が見えてきまして見えません。これがキャラクターとして実装されるということですわ。お前たちも実装してやるからな。僕は巻き戻る使うだけで他は優しくするよ。ほんと。いや多分巻き戻るを使うという段階でいろんな規約にギリギリ引っかかるか引っかからないラインになるから、それ以上の罪は犯せないということでは。小籠包食べたくなってきちゃった。そうですわよね。やめちゃしたいですわよね。なんてことでしょう。なんてこった。めでたいというかね、びっくりなニュースでしょ。キャーだと思ったのに、そうか、ルネソフト公式チャンネルの放送だからそれだけでは終わらないんだよな。というわけでね、一応その先生方が X でアナザーアリスのそのシーンにおける皆様方の希望を募っておりますので、よろしければね、ネタを抜きにしたあなた方の見てみたいシーンというものを送っておいてくださいませ。よろしくお願いいたします。一応そのね、配信だったら私が直接見てるわけじゃない？で、あなた方の心の底に残った紳士のかけらがもしかしたらこういうの見たいけどっていう直接的な言葉を発するのをひょっとしたらとどめるかもしれないでしょ。だから多分 X に投稿してなっていうのはある意味ルネソフトの配慮なのかなと思うのね。なので見た人がドン引きされないレベルのものの方がいいのかなと思うのですけれども、よろしくお願いいたします。空腹状態のアンナスの目の前で北京ダック食いたい。おめえ絶対両食ゲームにしてやからな。覚悟してろよ。お前の穴という穴に触手入れてやっからな。覚悟しろ。北京ダックにしてやっからな。北京ダック、お前のこと北京ダックにしてやるからな。もう鉄棒ぶっ刺してパイとか食わしてやるからな。おいパイ食わねえか。つって。はい、ということで、以上でございます。全く本当にね、アナザーアリスの略をアナスってすんな。このバカ者たちがなんか先が思いやられてきましたわ。悪生のリスナーということは言うてみたらある意味将来私が悪の女幹部になった時の構成員候補ということでしょ。本来ね、悪の女幹部ラジオのリスナー名って構成員だったじゃない。私この方たちをまとめて悪の女幹部になっていかなくてはいけないということ。骨が折れますわ。骨が折れますわね、全く。はい、私、そうですね、テーマソングが実装されることなどあったら歌アリスとして採用していただけたら嬉しいございますということで、アナザーアリスのお話は、一旦ここで終了させていただきまして、話はね、とっても弾みましたが、また続報が出た時にお話しいたしましょう。はい、ということで、一旦落ち着きまして、続きまして、アニファのお知らせの方に参りたいと思います。こちらね。アニファからのお知らせ。今日は3つございますわね。まずはこちら。OVA 催眠性指導シリーズのアクリルグッズが好評につき再販決定というのは、以前からお伝えしておりましたが、ちょっとこれ私邪魔ね。こちらのね、再販分、
ご予約期間が迫っております。5月30日までとなっておりますので、お求めを希望している方はお忘れなくアニファの方を覗いてみてくださいませ。ファンの方は必見のコレクショングッズとなっております。続きましてはこちら。なんとルネソフト初のコラボカフェが決定いたしました。ようこそスケベエルフの森へコラボカフェが開催でございます。ババーン。前回ね、カフェアサンさんでのルネソフトトークライブのお知らせをさせていただきましたが、引き続き今度はカフェアサンさんの方で、ようこそスケベエルフの森へのコラボカフェが開催されます。開催期間、実はそう遠くございません。6月3日から6月7日、そして、土日というか、日曜、月曜を挟んで、前期と後期に分かれている感じですかね。6月10日、6月14日という感じでね、期間が、だいたい2週間もない感じですかね。4、3、4、5、6、7、10、11、12、13、14、10日間ですよね。開催期間10日間となっております。秋葉原駅近くのカフェアサンさんにて開催です。コラボメニューや販売グッズ、その他の情報につきましては、詳細が決まり次第、改めて X などで告知いたしますということですので、ルネマン校長先生やルネソフトの X の方、そしてカフェアサンさんの、X の方をフォローして、続報の方、ぜひお待ちくださいませ。よろしくお願いいたします。お、コラボカフェ、ええんか、やってええんか。やっていいみたいですわよ。ただ、今回、ルネソフトの公式番組だから、ようこそスケベエルフの森へコラボカフェって書いてるんですけれども、一応、カフェアサンさんの、なんていうの、表向きのコラボカフェタイトルは、ようこそエルフの森へになっております。一応、タイトルは、えぐい感じじゃなくて、健全な感じのタイトルになっているので、そこはお察しくださいですが、この、スケベエルフの森へコラボ自体は全然やっても大丈夫ということなので、ぜひ遊びに来てくださいませ。バイトしに行くのかな、校長って。行くのかな。ルネソフトのね、スタッフさんだったりとか、担任の先生や校長先生は行かれるのかしらね。ちょっとわからないですけれども、もしかしたらね、なんか運のいい方は勝ち合う可能性もあるのではと。はい、ということで、秋葉か、遠いな、俺関西勢。ね、関西勢だったりね、地方住みの方にはちょっとね、遠いなと。私もね、やっぱり距離の差で行けないというね、口惜しさはとてもよくわかりますので、もしね、なんでしょうね、もしかしたらあれなのかな、グッズが余ったら、通販、アニファでね、販売とかもあるのかな、どうなんだろうなって感じなんですが、また続報をね、お待ちいたしましょう。コラボメニュー食べに行きます。自費で。コラボメニューも楽しみですわね。一体どんな感じのものが出てくるのか。私、カフェアサンさんは訪れたことがないのですけれども、聞いた話では、校長先生がおっしゃってたんですが、普通に、ご飯美味しい、とてもね、ご飯が美味しい店舗さんということですので、コラボメニュー楽しみですわね。はい。では、続きましてはこちらです。泣き枕カバーオンリーイベント、俺の嫁に出店いたします。たびたびね、アク生でも、こちらのね、俺の嫁の出店のお話をしておりますが、今回も出店させていただくそうです。ルネソフト金星抱き枕カバーの福袋を発売予定ということで、抱き枕カバー福袋。それはなかなか太っ腹な企画ですわね。
開催日時が6月7日の土曜日13時から15時半と、2時間半ほどの開催になっておりますので、こちらお時間だけお間違いなくお気をつけくださいませね。場所は大田区産業プラザピオ大展示ホールとなっております。こちらね、ぜひお近くの方はお立ち寄りくださいませ。そう、福袋ね、びっくりですわよね。イルルとヤムとアンカーの抱き枕カバンまだ発売まだというね。抱き枕の福袋ってコスパがすごそうでね、一体おいくらで出品されるのかなという感じですけれども、福袋ね、本当にすごそう。開けるのがとってもワクワクしそうですわね。はい、というわけでアニファからは今回こちらね、3つのお知らせになっております。そうで、漏らしはないですわね。ロボコの抱き枕カバンまだ？フィギュアもまだ？フィギュアも出してほしいな。はい、というわけで、一応ね、今回、悪生16でご紹介をさせていただくことは全てご紹介をさせていただきました。今回本当に盛りだくさんでしたわね。5.5 周年もね、近いですから、いろいろとね、楽しみにしていただければと思いますが、とかく、気温の乱高下が本当に最近激しいですので、皆様ね、どうかご自愛してお過ごしくださいませね。結構ね、湯船に浸かるのって健康の維持に効果的なのよ。だから本当それぞれのね、対処法を駆使してお体健康で無事にね、次の悪生でもお会いしましょうね。ちなみに皆様、体調がちょっと悪いなって感じた時とかってどういう対応の仕方をとってます？ひょっとしたらね、今もちょっと調子悪いけどって我慢しながら見てる方もいらっしゃるかもしれませんので、皆様のね、こうなんか正しい意味での英知の共有そう、知恵の共有などをね、できればと思いますが、週末はスーパー銭湯に行っています。いいですわね。免疫が上がりそうですわ。サウナ入ってね、温まってとてもいいと思います。大きなお風呂に入るとね、こうメンタルの方も良さそうですわよね。癒されそうですわ。ユンケル飲む直でね、ちゃんとこうガソリン入れるという。そう、なんていうの、栄養ドリンクとか、そういうなんていうの、バフがかかる系のドリンクって寝る前に飲むのがいいそうですよね。あれ切れるとしんどいから、寝る前に飲むと次の日すっきり起きられるからいいっていう風に聞きましたわ。陽明酒を飲む。陽明酒もね、いいって聞きますわよね。寝る前にちょっとこう寝酒じゃないけど、少量飲んでね、結構なんて速攻で効くものではないから飲み続けないといけないとは聞きますけれど、良さそう。ビタミン剤飲んで寝ますね。足りない栄養素をね、補ってってことよね。寝てる間にこのビタミンで頑張ってこういろんなもの作ってね、頑張ってね、体って感じね。ツボ押し、マッサージ、不思議なお薬。不思議なお薬ってなんだ怪しい大丈夫？それ合法なやつ？ただマッサージとかツボ押しっていいですわよね。そのコリは万病のもとって言うじゃない？だからこの体をほぐすっていうのは確かに大事よね。コリね、コリって本当に油断ならなくて、いろんなところにね来るでしょう。例えば頭痛になったりとかするじゃない？わかりやすいとこだったら。休日に軽く散歩して近くの温泉ですね。めちゃくちゃいいですわね、それ。体にも心にも良さそう。あとね、なんかこうちょっと好きなものを食べるのも良さそうよね。翼を授かるレッドブル俺は意識してよく飯をたくさん食べてたくさん栄養を取るようにしてる。それすごく大事ですわ。やっぱりよく食べてよく寝るっていうのが、例えば体型維持には
効かないかもしれないけれど、それでもやっぱりこう過酷な撮影に臨まれる俳優さんとかね、女優さんとかってもうとにかく食べて寝るようにしてるっていう方もいらっしゃいますものね。ツボは神経安定系のものがおすすめです。ほう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 。リラックス効果のあるところってことよね。仕事上デスクワークだから、そっか、凝りがね、湿布が同じく湿布。体の痛みは湿布でしのいでいます。担任の先生、それ悪いこと言わないので、整骨行きましょう。整骨とか整体とか、で、こう、保険の効くところとかも多分あるかもしれないので、効かなかったとしても、針とか、針って結構体調とか体質によって合う合わないあるんだけれども、今の針、痛くない針とかあるのね。毛穴よりも細い、こう、針を使ったり、医療用の針使うやつとかあるんですけど、湿布はね、体の外側にしか効かないから、可能であれば言ってくださいまし。あれ全然違いますわよ、体のメンテナンス入れるだけでも。あとはそのストレッチとかね。そう宗泉さんもね、できたらこう言って言って。他にも多分同じように対処してる方いるかもしれないけど、湿布は確かにロキソニン湿布とか効くけれども根本の解決にはならないから、できたらその整骨とか整体とか鍼灸とか行ってみてくださいませ。野菜スープをいっぱい食べるのもお腹の調子が良くなりますね。食物繊維がねいっぱいあるから、あとデトックスにもなるっていうこと。今日頭重かったですがマッサージツボ休養で治しました。最近ね天気めちゃくちゃ良くて暑いけど急に雨が降ったりするから、気圧に弱い人とかもそのおばに気がそうかはわからないのだけど、でも多分心当たりいる他の方がいるかなと思うし、私も気圧に強いタイプではないのだけど、急に気圧が下がって頭痛が出たりとか倦怠感だるさが出たりすることあるからね、気をつけるのよ。本当にマッサージとかツボ休養いいと思いますわ。私も低気圧頭痛とか、低気圧でだるくて仕方がない時って一旦寝るのね。短い時間でもいいの。それこそ1時間30分とかでもいいから、とにかくね、私の場合は低気圧は寝てちょっとマシにするっていう方法を取りますわね。健康的なリフレッシュとドーピングからの機能向上のやっぱがすごいわね。確かにね、本当にみんなそれぞれ対策取ってるのよね。精神的に参ってる時は気分転換ですね、料理とかで。それはいいですわよね。あと早寝早起き、その作業的にね、どうしても夜はかどる方とかは難しいかもしれないですが、太陽の光を浴びることと、あとエヴァンゲリオンのミサトさんが風呂は魂の洗濯よってセリフあるんだけど、あれ本当にそう。だからもし精神的に参ってる方はぜひね、シャワーではなくて湯船にゆっくり浸かってみてちょうだい。湯船にのんびりちょっと使ってね、これ結構効くので、あとは太陽の光を浴びること、だったりとか、どうしてもダメな時用に手元にね甘いお菓子とか、糖依存になるといけないのだけれど、糖質って一応そのメンタル弱ってる時の即効性のお薬に近いところがあるから、糖質も用意しておいてね。焼きそば美味しいよ、塩焼きそば。おにぎりも美味しいぞ。古い筋肉は硬く痛くなるので、揉んで壊して新しい筋肉って生えるの？そうなの？よろしいを入れました。最初に行きましょう。確かに癒しなのかな。それも癒しの一つかもしれないな。女の子とお話ししてね、身も心もリフレッシュというね。
ロキソニン入りのシップが個人的に最強ですが、普通に手に入るかは謎。そうね、内科とかにね、その検診に行ったりとか、外科だったりとか行った時に、先生に痛いんですけどって言ったら、保険の適用されるロキソニンシップをね、処方したりしてくださいますわよね。やる気がある時に軽いストレッチもいいですよ。体がほくれる感じで気持ちが軽くなりますよ。そうね、汗をかいてね、体を動かすっていうのは確かにリフレッシュになるわよね。私最近ちょっと重量が増えていて、しないとなーって思っているところですわ。B フィットとかリングフィットとかした方がいいのかなーみたいな。体内時間の調整も結構大事。これ本当にそうで、例えば同じ7時間寝るとしても、0時に寝て7時に起きるのと、朝その4時に寝て11時に起きるのとでは、体のだるさとかね、起きた時のそのコンディションが全然違いますのでね。光を浴びて RX。太陽の光全然浴びてないわね。浴びて、小一先生。窓際とかでいいのよ。お外出なくても。日当たりのいい場所がね、ちょっとでもあれば。で、お顔で浴びると、紫外線にやられてしまうので、背中で浴びるといいというね、ことを聞いたことがございます。よかったらね、太陽の光、背中でね、いっぱい浴びてみてくださいませ。筋肉は使えば生え変わりますよ。そうなの。生えるんだ。知らなかった。筋トレは筋肉を傷つけて頑丈なものに作り変えるんですよね。そういうメカニズムなの？なんか私、もともとあるものが強く太くなるのかなって思っていたのだけれど、そういう風なんだ。へえ。運動ゲーム配信ですか？やらないよ。やらないよ。リングフィットは体重張りするから注意しない。しません。しない。ぷい。それだったらなんかね、なんだろう。なんか、体重張りしないやつとかにするもん。同じ体勢が続くと、姿勢が続くと筋肉は柔軟性を失って固まって戻らないんです。一度揉み壊して新しくするしか。じゃあ例えばこのデスクワークが多くていつも同じ体勢をとっている方っていうのは、もみして壊して、その硬くなった筋肉を新しいものに変えるっていう、その完全に生まれ変わるっていうこと。じゃあ確かにそれは効きますわね。湿布貼ってるだけじゃその筋肉って生まれ変わらないわけじゃない？だからマッサージに行ったりとか、鍼灸とか、整骨とかに行ってもみしてもらって、その筋肉を壊して生まれ変わらせるお手伝いをしてもらうってことでしょ？柔らかくてもちもちの筋肉に。なるほど。そういう感じなのね。筋肉を知る動画や映画って何かあるかな？いらないよ。どうせお前たちまたコマンドを進めてこようとしてるんだろう。整体で揉みまくるのはそのためです。何ヶ月もかけて。そういうことなのね。予防はこまめなストレッチ。それ俺や。私も割とその座りっぱなしで学習をしていたりとか、お課題をしてることがあるから、基本的に肩とかバッキバキなのね。背中ももうほんと銀狼さんコンクリートですよって言われることがあったりするから、行きましょう皆様。マッサージとか整体ちょっと高いけど、できなかったらなんていうの、背中とか凝ってるところに効くストレッチをしてほぐして筋肉を新しくしましょう。みんな筋肉を育て体操しましょう。唐揚げ美味しく作るなら、唐揚げは美味しいけどね。筋肉の教育動画になってきてる。でもこれ
めちゃくちゃ有益情報ですわよ。やっぱりそのゲームをねするの好きな方って同じ体勢で画面の前にいたりとか、アクナマはほらクリエイターの皆様もご覧になっているじゃない。だからやっぱデスクワーク中心の方もたくさんいらっしゃると思うのよね。特にほらルネソフトなんかもそうじゃない。開発職って皆様デスクワーク中心だし、長時間の作業だったりとか、深夜逆転になっているね方とかも中にはいらっしゃると思うから、いいと思いますわよ。一度直しきったらあとはストレッチ習慣を身につけるだけです。ほー、ストレッチの習慣をつけるのが難しいな。ストレッチ配信するしかないわね。みんな集合って言ってラジオ体操みたいな感じで。赤の女幹部体操欲しくありません？それだったらなんか構成員と悪の女幹部がこう朝ちゃんとこうするラジオ体操みたいな。あよみお姉さんは今度それ作ってくれないかしら。女幹部体操って言って。腰痛予防のストレッチしてます。教育番組かな？教育番組かな？最近ほらTikTok とかああいう YouTube ショートとかで振り付けのあるアニメ動画流行ってるじゃない。悪の女幹部体操って言って振り付け動画つけてこうやりたいやってもらいたいですわね。そうエンディングでそうみんなで踊るの戦隊もののダンス曲みたいな感じで。足を広げて絵文字のポーズ帰れバカこれだからルネソフトはこんなものにルネソフトを関わらせてはいけない。ただ受けるかもしれないというこの二律背反みたいな。エンディングでいろいろな県の幹部組織が週替わり踊るんですね。わかります。でも女幹部のラジオ体操を見てみたいな、ご安全にみたいな感じでありそうじゃないですことあると思うんですよね。なんかこう特撮のエンディングで有名な声優さんが踊っていましたしね。恐竜じゃでしょ。ひろしくんとケンイチくんの話かな。ということでぜひね女幹部体操、そう朝にすべての構成員と幹部がやるご安全にって言って一日を始める体操制作ご検討いただければと思います。さあというわけでぼちぼちね日付も超える時間に近くなってまいりましたので、今回の悪生16これにて締めさせていただければと思います。今月もたくさんお話できて楽しかったですわね。特に今日は本当に盛りだくさんでしたのでね、いやー驚きの情報がいっぱいあったなー。本当にね楽しい3時間でございました。次の悪生はまた6月の下旬の方に予定をしております。月ね1回の悪生ではございますが、私の個人チャンネルルネソフトに作っていただいた個人チャンネルの方では時折私が好きなように配信をさせていただいております。現在のところは2週に1回のジークワークス同時視聴だったりとか、ロマサガ2リメイクの配信や、そしてお歌を歌う歌配信などやっております。よろしければね個人チャンネルの方もこちらフォローをして遊びに来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺りで、皆様本当に今日もお疲れ様でございました。おつなまでございます。ではまたお会いしましょうね。ごきげんよう。おつなまでした。またね。今夜も残業、タイムカードにゃ打刻積みあらよこらせ
社長部長課長いらっしゃい、狭いヒエラルキー、本気出しゃ俺は無敵、一発逆転、ああ